ロジカル FX 通信の補足解説動画をしていきたいと思います。タイトルはこちらになります。では早速、昨日のトレードポイントを見ていきましょう。はい、トレードポイントはこちらになります。で、このトレードポイントは波が見えてないとおそらく結構難しいと思うんですね。で、このポイントっていうのは実は、ある決まったルールで発生する波なんですけど、それについて、これからちょっと説明していきたいと思います。で、まず、その前に環境ですね。で、環境は、相変わらず、月足は、最強トレンドですよね。バンドウォークしてるんで、すごく、あの、強い上昇ですよね。で、その中で、週足が陰線2本入ってるんですね。で、この週足陰線2本入ってるっていうのが、こちらもそうなんですけど、ここもそうですね。すごく癖者なんですよ。なぜかっていうと、この2本入ってることによって、この4時間足自体がワイドレンジになってくるんですね。で、これ、横横環境になってますね。バンド自体がもう横横になってますね。こういう環境が、この週足陰線が2つ入ることによって、ここもそうですけど、ここもそうですけど、あの、できてしまうんですね。なので、こういったところっていうのは、週足2本なので2週間ずっとレンジなわけですよ。で、レンジ、この中でトレードするためには、もうできればトレンドフォローで外側にこうやって行きたいんですけど、もう2週間レンジっていうのがもう決まっちゃってるので、その中で、なんとか買い足でトレンドを見つけながら、エントリーする必要があると。ということで、非常に環境分析が難しくて、なかなか波が見えてないとあのトレードができない環境になってくるんですね。ただ、こういう環境でも、ある意味簡単に、ちゃんとポイントさえ押さえれば、勝てるトレードポイントが2点存在するので、それをちょっとお伝えしますね。で、ここの昨日のトレードポイントっていうのは、まさに、そのポイントになります。で、その2点っていうのはどこなのかっていうと、ここですね。1点目は、ボリンジャーバンドのプラスマイナス西シグマから内側に戻った波を1時間足、もしくは15分足でトレンドが出現したところを狙うということですね。で、2点目は、ボリンジャーバンドの、ミドル付近で現れる N 字波を1時間足、または15分足で狙うっていう手法ですね。で、今回はこちらになりますので、ちょっとこちらをちょっと説明しますね。で、ボリンジャーバンド横横の、背景で、ミドル付近で N 字波が出るっていうのはどういうところなのかっていうと、この場合は、ここになります。ここ、ボリンジャーバンド、横横ですよね。横横ですよね。で、このミドル付近に、こんな感じで、こういう波がありますよね。こういう波。で、ここの玉だまりをちょっと見てもらいたいんですけど、ここの玉だまりですね。はい。ここですね。これが一周回ってきて、ここでこの玉だまりが、ゾーンとも言いますけど、逆転されるんですね。わかりますか？このところが一周回ってきて、ここで、この玉だまりを潰すわけですよ。潰し合いをするわけですね。で、その潰し合いが終わった後に、波の方向性ができるので、ここからこんな感じで落ちてきます。で、落ちてくるポイントは、ここの、ここの2倍になってきますから、こんな2倍ですね。ちょっとずれちゃいましたけど、ここの2倍です。この2倍。1対1ってことですね。なので、エグジットポイントっていうのはもうすぐ見えてき
来てしまうわけですね。で、私はちょうどこの1対1のところなので、ここに設定しました。で、ここのエグジットポイントは、ここに当たるわけですね。ちゃんと規則正しくなってるんで、ここに当たるわけですよ。で、そこを狙ったっていうトレードポイントですね。で、この横横環境のミドル付近に出るこの玉だまりのこの潰し合いの後のトレードポイントっていうのは結構存在するわけですよ。で、これ4時間足の中で、例えば、ここら辺とかっていうのも、ここら辺ですね。もう内部構造を見ると潰し合いがあって方向性が出るっていうことですね。で、こっちも、ここら辺に潰し合いがあって、で、ここからこうやって落ちていく。っていうところが結構いっぱいあるんで、こっちなんかまさにそうですよね。ここら辺の玉が、ここで潰し合いにあって、落ちていく。はい。っていうところが、横横環境には存在するので、そこっていうのは非常に、美味しい波になります。でですね、具体的に、今このところを説明したんですけど、もう2つぐらいちょっとお見せしますね。で、その潰し合いの環境でのポイントっていうのは、まずは雇用統計の後の夜中に出た、真夜中に出た、ここですね。もうこれ4時間足が、ここなんですけど、4時間足自体がもう横横環境ですよね。その中で1時間足も横横になってる。ちょっとこれ微妙に見づらいかもしれないんですけど、大体こんな感じで横横になってるわけですよ。で、ここを中心に上に行ったり下に行ったりするわけですね。で、まずはですね、波が、ここからこうやって上がってくるじゃないですか。で、ここで玉を貯めます。で、こうやって落ちてきますよね。で、これミドル付近までこうやって上がってきて、ここの玉を潰し合うわけです。戦うわけです。そうして、潰し合いが終わったら、ここまで行く。ここまで行く。方向性が出る。なので、ここを取っていく。はい。で、こっちもそうですよね。15分足で見ると、ここのポイントっていうのはこんな感じになります。ここの玉がここで潰されて、ここで潰されて、方向性がこうやって出るっていうポイントですね。なので、早い人はもう、ここら辺で、もう潰し終わったな、ここの玉が潰し終わったなって思った人は、もうここら辺で入ってもいいですからね。はい。でですね、もう一つあります。でもう一つは、ここですね。このポイントとかもそうですね。さっきは、ここ。で、今回は、ここですね。はい。で、ここも同じですよね。そもそも、これが、ここの、こんな感じ横横になってて、ちょっとざっくり書きますよ。で、ミドルも横横になってますよね。こんな感じで。で、横横のところの、ミドルにある、この玉ですね。で、これミドルのところの直前に玉がありますよね。これが逆転して潰されればいいわけなので、こういう波が、ここで N 字ですよね。で、戻ってきて、で、ここで潰し合って、ここで N 字ですよね。で、その後にここ。で、ここから、こうですね。私、ここは取りましたね。ちょっと朝10時半ぐらいだったかな。もうちょっと、これ8時になるんですけど、ここ確か10時半ぐらいだったと思いますね。で、早い人はもう、ここら辺から
もう潰し合い、ここの、玉潰し合いが終了って、分かった人は、もうここから乗っちゃって構わないですからね。ここです、ここ。15分足だと、ここです。こんな感じです。はい、私はここら辺からもう乗りましたけどね。なぜかというと、これも結局一緒なんですよね。ここって、ミドルがこんな感じになってるわけですよ。ちょっとざっくり書くとこんな感じになってて、で、ここら辺の、これちょっと5分足とかで見るとわかると思うんですけど、玉があって、そこもう潰せばいいだけの話なんで、で、こっから、こうですね。で、これ潰し合いが終了すると、ここからエクスパンションして伸びていくっていうポイントになります。で、1時間だとここですね。で、その中で、さらに15分足が潰し合ってるという横横環境の中でミドルで、玉だまりを潰し合って、そこから勝った方に伸びるっていうポイントですね。で、このポイントっていうのは、いわゆる N 字波に当たるようなところなので、こうですよね。横横で、横横で、こう、N 字波が逆転するようなポイントになってきます。ここ。ここの玉ですね。ここの玉が潰されて、ここから波が、このオレンジバンドの、ここの閉じ、プラス2シグマあたりの閉じぐらいまで波が行くっていうような波です。で、これは上昇。で、昨日の部分っていうのは、下降ですね。昨日の部分っていうのは、これですね。下降ですね。ここの玉がここで一周回ってきて、ここで潰されて、下降の波が出たっていうところです。で、このポイントっていうのは非常に、横横環境においては、もう非常にいいポイントになってくるので、美味しいポイントになってくるので、そこをマスターすると、この横横環境でも、トレードができるようになってきます。で、こういうふうに陰線が週足2本、陰線が立ってるっていうところにおいては、もう非常に強力な手法になってくるので、N 字波ですよね。非常に強力な手法になってくるので、ここっていうのは、結構おすすめです。難易度は、それなりに高いと思いますけどね。素直に落ちてこないんですよ。ここでエントリーする。ここら辺でエントリーするじゃないですか。でも、ここで結構、潰し合いがまだ行われてるので、結構揺れるんですよね。で、ゴールドみたいな通貨ペアっていうのはボラタリティが高いので、ここっていうのは結構精神的に、持っていかれるところなんですよね。ボラタリティが高いと、この戻しも結構きつくなってくるので、で、そういうふうな、この横横環境っていうのはレンジ、あくまでもレンジなので、なかなか方向性がつかないっていうのを、見越しながら、揉まれるのを覚悟して入るっていう、手法に、なってきます。なので、もうエントリーしたら、損切り入れて、もうガン見しない方がいいですね。チラ見しながら、見た方が多分精神的にもいいと思います。はい。で、ここを領域分析すると、どんな感じになるかっていうと、こんな感じになります。ここですね。はい。ちょうど、ここ私、緑のラインをこうやってわざと引いてるんですけど、ここっていうのは、領域で言うと、ここに当たるわけですね。こっからここに当たるわけですよ。で、これ、領域分析すると、見てもらうとわかるんですけど、ぴったり止まるんですよね。ここで、こうやって止まって上がって、で、ここで止まって上がって、ここで止まってますよね。で、ここで止まって下がってますよね。で、ここも
こんな感じで、綺麗に止まって、綺麗に反発してますよね。こっちも綺麗にこっからこうやって反発してますよね。で、領域分析のいいところっていうのは、こんな感じで、綺麗に波が見えてくるので、ぜひ取り入れていただければ、結構波があの対処できるようになります。はい。別にやらなくてもいいですけど、やれば、結構波の構造っていうのがちゃんとカオスではなく、しっかりと止まってるんだなっていうようなことが分かるようになって、次の一手が打ちやすくなるので、取り入れると、より鮮明に波の動きが、分かるように、なってきます。特にデイトレードとかは、あの、ピンポイントでエントリー、トレードするような、手法なので、やっぱり波がきっちり止まるところ、こっからここまでこういうふうに、こういう領域でこうやって動いてるんだなっていうのが分かれば結構有利ですよね。これで止まりそう。なぜならこういう領域で動いてますっていうのが分かるので、なので、ぜひ取り入れていただければ、有益になるかなと思います。はい、今日説明したかったことは以上になります。